シャオラ、今回はクラシックマノンの初心者向け動画だな。張り切っていこうぜ、ズンダモン。どうしたんだい、ズンダモン。投げキャラは嫌いか。まあ、気持ちはわかるよ。打撃と投げの強制二択をかけられ続けるのは苦しいよな。でも、投げキャラは投げキャラで苦労があるんだぜ。苦労する面もあるのを、ぜひ分かってほしいな。というわけで、張り切っていこうぜ、ズンダモン。いや、その前に聞きたいことがあるのだが。なんだ、俺で分かることなら答えるぜ。もっとも、マノンの解説はこれから一緒に。いや、お前、誰だ？このチャンネル的には新顔だろ？で、そこからゲームチャンネルで解説キャラの紹介とかいるか？いや、いるかいらないかで言えばいらない気はするけども、それにしたってあまりにも唐突すぎじゃないのか？過去の話だけど、一応自己紹介はしてきたのだ。一応しておくのだ。先達のご意見を素直に聞くのは大事なことか。分かったよ、ズンダモン。俺は声色インクの彼方だ。ナコとレコと同じところから来ている。声色インクは最近作者の人がニコニコのピックアップに呼ばれたりと絶賛加熱中だ。同じゲーマー同士仲良くしてくれよな。ゲーマー同士ならあまり遠慮はいらないかもしれないのだ。このチャンネルはマイステ大歓迎なのだ。その通り、このチャンネルで許してないのは顔もわからない他者への煽りとリスペクトのないやつだ。あと、支援に期待がアマチュアローとウサホナリが副パンする役と、しゃがみ対空でドヤ顔する役と、ガンダムファイターとの組み方も知らないのにガンダムファイターに文句を言うやつは許してないのだ。意外と多かったな、許してないやつ。まあ、とにかくだ、これからよろしくな。仲良くしようぜ、ズンダモン。王なのだ。すれえ雑なオープニングな気がするけど、早速本題に入っていこうぜ。聞かせてもらおうじゃないかなのだ。クラシックマノンの性能とやらを。まず、スト6からの新キャラクターであるマノンについて話していこう。系統的にはザンギエフ同様の投げキャラなのだ。ああ、超必殺技を含めて複数の投げ技を持ったキャラクターだ。コンセプトは柔道とバレエとのことだ。柔道とバレエって新しすぎないか？人類にはまだ早い可能性もあるな。一番の特徴としてはメダルレベルだな。特定の投げ技を決めるとレベルが上昇するんだ。最大で5個までストックできて、さらに試合終了までレベルが維持される。レベルが上がると投げ技のダメージが増える。つまり純粋に火力アップだ。メダルレベルが5になると駒投げの火力が4割近くになるから、3回投げると相手の体力が解けるぞ。スト6発売から1ヶ月と少し、投げられて温まったプレイヤーもたくさんいそうなのだ。他の特徴として殴り合い上等な技の数々と対空行動からのリターンの高さだな。ザンニエフの対空はダブラリに集約されるが、マノンは状況に応じての使い分けがある。対空を使い分けないといけない大変さがあるが、特定の対空からはメダルレベルの上昇が狙えるためリターンはバッチリだ。殴り合い上等な投げキャラで対空も強い。強くねえかこいつ。現状だと評価の高いキャラクターではあるな。投げキャラは極端な強さを持つので、大会やプロシーンで活躍するのは難しいところはある。でも実際に対戦する相手のプレッシャーは半端ないだろうな。メダルレベルが上がると一瞬で体力が解けることを考えると、気が抜けない相手になりそうなのだ。マノン使いに怒られるかもしれないが、スタンダードキャラである竜や剣、そして同じ投げキャラであるザンニエフよりかはやることやするべきことがはっきりしているため、幅広いプレイヤーにおすすめしやすいキャラだ。今回の動画はクラシックスタイル基準の紹介になるが、マノンはモダンスタイルの適性もしっかりあると見ている。なのでモダンスタイルが主なプレイヤーにもおすすめだ。マノンは実戦値が重要なキャラクターなので、コンボを煮詰めるよりかは殴り合い上等のメンタルを鍛える方が重要だ。今回は初心者向けなので最低限の紹介になるが、実戦の感覚で馴染ませる要素が多いことは最初に申し上げておこう。隠し技の詳しいことを知りたい場合は各攻略サイトかここのブログを見てくれ。今回は立ち回りで主に使う技から見ていこう。まず立ち中パンチだ。コンパクトな見た目の割には判定の強さも技の持続時間も攻撃範囲も優秀だ。さらに立ち中キックを追加入力をすると相手をこちらに引き寄せるぞ。追加の引き寄せはガードされていると反撃確定だが、ヒットしている時はマノンが有利だ。打撃と投げの2択を狙えるぞ。先生、投げキャラが自身に引き寄せる攻撃を持っているのは本当に汚いと思います。マノンはスーパースターなので、その魅力で相手を引き寄せてしまうんだ。仕方ないことなんだ。はっ倒すぞ。マノンの使い始めは引き寄せまでは入れ込まないで、立ち中パンチだけを主に使っていこう。隠し技の使い分けが大事だが、まずはこの立ち中パンチの範囲や使い方を覚えよう。次に立ち大パンチだ。範囲が広く発生も悪くない大攻撃だ。こちらも大パンを追加入力で引き寄せがある。引き寄せてばっかじゃねえかこいつ。汚いのだ。剣にも引き寄せ技よこすのだ。剣に引き寄せ技が必要かはさておき、
マノンの立ち大パンチはスト6では珍しく単発のヒット確認が可能だ。ヒットしていれば追加入力で引き寄せて、ガードされている時は引き寄せないといった判断ができるとかっこいい上に便利だぞ。立ち中パンチの範囲より遠い敵に対して使うようにしてくれ。また置き攻めで狙うのも便利だぞ。追加入力はヒットしていればマノンが有利だ。引き寄せた近距離で打撃と投げの2択をかけて相手を疲弊させよう。次はしゃがみ中キックだ。技キャンがかからないので単発での使用になるが、なかなか良い範囲の下段攻撃だ。この技で終わってしまうことが多いため、リターンが薄い技ではある。だがこのゲームの主流である後ろさが立敗の対処として覚えておくと便利だと思うぞ。マノンの大事な下段攻撃になるから、この技もしっかり振っていこう。投げキャラの下段が厚かったら世の中終わりなのだ。これぐらいで良いのだ。それは確かにそうかもしれないな。次は対空だ。マノンの対空はしゃがみ強パンチが主流だ。こちらも追加攻撃で叩きつけがある。叩きつけ後の有利フレームはそこまで大きくないが、テンポの速い攻防を強制できるため、対空をされた相手の心理は結構きついはずだ。また見た目より範囲が厚く、判定もしっかり強いため、少し早めに置いていってもしっかり落としてくれるぞ。直接的なリターンは大きくないが、相手を落とすために信用して使って大丈夫だ。ぴょんぴょん飛ぶ相手はしっかり落とそう。マノンのしゃがみ大パンマジで強いのだ。めくりに弱いという欠点があったとしても十分に信用できる攻撃なのだ。なんでだよ、なんでこんな対空強いんだよこいつ。マノンは切り返しが弱いから対空が強いんだ。仕方ないことなんだ。本当にはった倒すぞ。他にも必要な対空はあるんだが、しゃがみ強パンチに比べると難易度も汎用性も低くなる。しゃがみ強パンチの対空は後にも先にも必ず使うから、まずはしゃがみ強パンチの対空から覚えよう。次はコンボだ。相手の近くで逆ヨガコマンドであるマネージドレを当てる。以上だ。おい、どうしたズンダモン。以上だじゃないのだ。打撃卓のコンボを解説するのだ。いるかそれ。いるに決まってるのだ。前本職のマノン使いにはった倒されるぞ。慣れちゃった方が早いんだけど。投げが通らない相手に困るだろ。それもそうか。よし、小技から紹介していこう。当たり前なのだ。まずしゃがみ弱キック、しゃがみ弱パンチ、しゃがみ弱パンチ、ドン、ポワンだ。密着なら小技が3回刻める。コパンも3回刻めるから、暴れで使う場合はコパンにしよう。小技からロンポワンはどの強度でもつながる。ただし一番ダメージが高いのは大ではなく中ロンポワンなのに注意だ。ただ強ロンポワンから SA さんがつなげられるんだ。マノンの下段卓からの重要な火力アップコンボになる。しっかり出せるようにしような。打撃卓大事じゃねえか。初めから紹介するのだ。でも投げた方が早いぞ。本当に声色インク組はよ。適当言いやがって。ズンダモンがなぜかおかん無理だからサクッと次に行こう。バカライデか。次はしゃがみ中パンチ、立ち弱キック、ロンポワンだ。中攻撃から確認ができる便利なコンボだ。基本的な牽制は立ち中パンチや立ち中キックをおすすめするが、大きく有利が取れるのがしゃがみ中パンチだから使い分けができると良いぞ。置き攻めの時に腰からの確認が難しい場合、まずはしゃがみ中パンチと投げの2択から始めると分かりやすいかな。投げキャラは細かいことが苦手なんだ。できるところから始めていこう。細かいことが苦手というか、細かいことができたらまずいんだけどな。次は J 中キック、後ろ中キック、追加中キック、デカジェだ。デカジェは動画だと中盤を使っているが、弱盤もつながる。またダメージは弱盤の方が大きい。使い分けは細かいキャラ攻略になるので今回は割愛するが、有利状況を大きく取りたい場合は中、ダメージは弱と覚えよう。そしてジャンプ中キックはめくりがあるぞ。このコンボを実戦で使うことはほぼない。大抵は通常攻撃をドライブラッシュキャンセルするからだ。ただし派生の中キックのかかと落としが中段になっている。これでぼったくられたプレイヤーも多いと思う。この中段を意識してくれないと通らない卓もあるから、中段を当たる人にはずっとこれをやるぐらいの気持ちでいこう。ジャンプ中キックから4中キックはちょっと難しいから、マノンの挙動になれる練習コンボだと思ってくれ。次は後ろ大パン、中ランベルセだ。これは完全なコンボパーツで、立ち回りで使うことはほぼない。メダルレベルがたまるため、反撃確定状況、インパクトヒット後など様々な場面で使うことになるコンボだ。後に紹介するドライブラッシュからのコンボでも使うから、必ずできるようになろう。モーション的には対空で使えそうだけど、対空では使えないのだ。落とせる時もあるんだが、特に無敵があるわけではないから安定した対空とはならない印象だな。やはり最初の対空はしゃがみ強パンチを強く押すよ。次はドライブラッシュのコンボだ。もうドライブラッシュに入るのか。ああ、マノンはコンボがそんなに多くないから、インパクトの紹介の前にラッシュから紹介しよう。と言ってもドライブラッシュからのコンボは2つだ。まず小技ドライブラッシュ立ち弱パンチ、後ろ強パンチ、レベランス、
中ランベルセだ。小技はラッシュキャンセルがかかるしゃがみ弱パンチ、立ち弱パンチ、立ち弱キックのどれでも大丈夫だ。使ってみるとよくわかるが、マノンのドライブラッシュは距離が短いため奇襲には向かない。そりゃそうなのだ。投げキャラが奇襲できたら問題なのだ。だが初速はしっかり速いため小技からしっかり小技がつながる。テンポが速いから最初はつなげるのが大変だと思うが、慣れるとランベルセにつなげられるパーツが増えるため一気に火力向上につながるぞ。ぜひできるようになろう。ちなみにランベルセからは SA さんもつなげられるぞ。これつなげられるのはすごいし偉いとは思うのだ。 SA さんは駒投げ弾がリバサで使いにくいからな。そもそもがコンボ用として想定されているのだと思う。次は中攻撃からのドライブラッシュ、立ち中パンチ、しゃがみ中パンチ、立ち中キックの牽制からのコンボだ。今回はよく使う立ち中パンチで紹介しよう。立ち中パンチ、ドライブラッシュ、しゃがみ中パンチ、4強パンチ、中ランベルセ。やっていることは小技のドライブラッシュと同じようなことだが、中攻撃から入っている分火力高いぞ。またドライブラッシュしゃがみ中パンチがガードされてもプラス3フレームのため、ガードさせた後に打撃か投げの2択にいけるぞ。なあかなた、このコンボガードされてても最後まで入れ込んでいるプレイヤーそこそこ多くないか。確かにこのドライブラッシュコンボをヒットガード問わずに入れ込んでいるプレイヤーは多い。当然だがランベルセはガードされると反撃確定だ。にもかかわらず入れ込んでいる人が多いのはしゃがみ中パンチガード後に打撃と投げの2択になっているからだな。知っている人はしゃがみ中パンチの後に動こうとするため4強パンチガンベルセがヒットするパターンがある。クソ野郎では。いやそうとも言えない。ランベルセは派生があるし、そもそも打撃と投げの2択になっているから打撃のリターン重視とも言える。ドライブラッシュの後の展開で全対応は厳しいところがあるし、ヒットしてればメダルレベルも上がる優れものだ。一概に入れ込みが甘いとは言えないな。なるほど、それっぽい理由もちゃんとあったのだ。で、本音は確認なんてしないで入れ込んでました。当たってくれてありがとうございます。こいつはよ。まあでも実際しゃがみ中パンチガード後は動きたいポイントでもあるだろうから、当たってたらラッキーというよりかはまあ当たるよなという感想の方が強いな。ただ本来であれば確認できた方がいいのは間違いない。シビアなヒット確認は投げキャラの必修項目だ。妥協しないで覚えていこう。投げキャラには苦労して勝ってほしいのは本音なのだ。最後にドライブインパクトからのコンボを紹介だ。と言っても基本的には4強パンチ中ランベルセで OK だ。これは画面中央でのインパクトのパニキシカウンター時でも同様だ。各種のゲージを使えばもちろんダメージは伸ばせるが、まずはしっかりメダルレベルを貯めるところから始めよう。カニ漢字は駒投げではダメなのだ。メダルレベルも上がるので間違ってはいないが、メダルレベルが上がってないとダメージが下がってしまう。ランベルセを使うコンボはどの場面でも間違いではないから、頭の整理がつく前はランベルセをおすすめする。マノンは SA ゲージは切り返しに、ドライブレージはコンボに使いたい場面が多いから、確定状況だとあまりゲージを使わないことが多いな。もちろんプレイスタイルや状況にもよるから、基本的なコンボだけでは勝ちを取りづらくなった時は改めてコンボの中身を見直すことをおすすめする。マノンだけではないが、ゲージの使い方は戦略になる。自分はマノンを使っていて何が苦しいのかという結果から、どういったゲージを使えばいいか逆算していこう。というわけで今回はクラシックマノンの初心者向け動画でした。正直雑だった自覚はある。もう少しやり込んで整理してからやるべきだった。不明な点は良ければコメントで聞いてくれ。可能な限りお答えさせていただく。ゲームだけでなく動画の趣旨も投げやりなのだ。まあ実践値が重要なキャラだから理論値の説明がきついのはわかるのだ。鉄頭鉄尾投げるか殴るかの2つを考えるので、もしキャラに迷っている人がいたらマノンを使うことを一考してみてほしい。慣れキャラ特有の苦労はあるが、対戦前に考えることや練習する項目はそこまで多くない。とりあえず対戦をして相手をめちゃくちゃにしたいと思うのであればおすすめだ。大丈夫かそれ。いろいろな人に怒られないか。投げキャラ使いの嫌われっぷりはすごいぞ。マノンは確かに投げキャラだが、実は愛されてもいい理由があるんだ。おその心は。だってマノン CV 福原彩香だし、おっぱい大きいし美しいし、男なら使うよな。だからかなたお前究極のチャンネルに参戦したのか。なんて野郎だ。いやある意味こいつも被害者か。欲望は格闘ゲームで強くなる上で何より重要なんだぜ。否定できないのだ。スト6が発売してすでに1ヶ月と少し。もし他のキャラクターで折れてしまった人もマノンどうですか。新キャラへのお得感多いぜ。この動画がマノンを使ってみようとかマノンよくわからないという人の参考になれば幸いだ。というわけで今回はここまで。ずんだもんこれからもよろしくな。投げキャラ使いによろしくと言われるほど困惑するものはないけど、
よろしくなのだ。では最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございましたなのだ。それほどでもないゲーマーチャンネル。